皆さんこんにちは。三上正史の趣味は園芸チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ今年もやってまいりましたフラワートライアルジャパン2025会場にやってまいりました。今年も様々な会場で開催されているフラワートライアルジャパン、もうとにかくですね、関係者さんしか入れないイベント、園芸イベントなんですね。というのもまだ未発表、新商品、そして新品種の植物が一堂に会して発表されるすごいイベントなんです。そこにですね、昨年から私も参加させていただいておりまして、昨年の様子は別の動画でもですね上げておりますので、詳しくは概要欄の方ご覧いただけますと幸いです。今年もやってきました。で、今回の会場はこちら、白山エキシビション、白山さんの会場にやってきております。別の会場の動画ですね、もう一本動画上げております。そちらもね概要欄に載せてありますので、ぜひそちらもご覧いただけたらと思います。さあこちらではどんな植物があるんでしょうか。早速参りましょう。さあもちろんこちらの会場をご案内くださるのは白山さんの、そしてフラワートライアルジャパン実行委員長藤原さんです。よろしくお願いします。お待ちしておりました。ただいまでございます。そう、1本目の動画でね、最初のご挨拶もさせていただいて、そうですね、いろいろ回って今2本目の動画でございます。ここまでたどり着いてありがとうございます。昨年もこんな感じで、そうでしたね。嬉しいです。さあこちらの会場、改めてどんな会場なんでしょうか。そうですね、こちらは白山会場って言いまして、このねサッカーコートなんですもんね。そうなんですよ。一面で、もうほぼね一番あっちのゴールのところまであれ去年より広がってません？そうなんです。すごい。去年より展示物もね多くなったりとか、それから出店者さんも今回ねここで増えてるっていうこともあって、もうすぐサッカーコート使い切っちゃうんじゃないかっていうぐらいいや嬉しいですね。それだけ新しいものが増えて、皆さん盛り上がってるってことですもんね。そうですね。で今年ももちろんいろいろ初公開のものもたくさんありますんで楽しみです。早速お願いします。行きましょう。私たち品種を開発している会社なんですけども、白山自体も品種を開発しているんですけども、PW っていうブランドから先にご紹介すると、プルーブンウィナーズ、白山だけじゃなくてですね、いろんな育種家さん、交配してくれる人たちが世界中にねいろんな方々が活躍されていらっしゃるんですけども、その人たちから品種を出してもらって、まだね発売するもっと前の段階ですね。でその品種を、このね PW に参加する20社ぐらい世界のチームがあるんですけども、その中に白山出てるんですけどね、でその人たちが一斉にテストを行って、それでいろんなね世界の環境違いますよね。気候も全然違いますんで、でそのいろんな気候でテストをして、これだったら、アメリカでもいいよね、ここでもいいよねみたいな形をテストしていきます。ドイツではすごい良くても、日本の梅雨はねちょっと厳しいとかいろいろあるので、なので私たちは日本の皆さんにとってすごいいい品種だけをよりすぐって、発売するというような、同じ PW の中でも発売している国としてない国とかいろいろあるんですけども、そういうそれぞれのエリアに最適な品種を選んでるっていうような形になります。植物の国際ブランド。そうですね。でしかもこれを得るためにはもうめちゃくちゃ大変ないろんな試験があるわけで、毎年すごいんですが楽しみすぎます。このね会場でだいたい全部ね数えたら700品種近くそんだけあるんですかあるんですけど、24時間やりたいですね。そうですね見てる方も大変になっちゃうかもしれないけど、興奮して大変なことですその中でもねよりすぐりのもう本当に初公開もの、特にから厳選したものを今日ご紹介したいなと思います。でまずは栗ですよ。ここね初公開って書いてありますね。これはどういう意味ですか？これは日本で初公開。日本初公開。で参考展示って書いてあるんですけども、これはまだ発売日が完全には決まってないんですけどもおそらく一番順調にいって2026年の秋に出せたらいいよねっていう形で今準備しているものです。じゃあもう本当これは日本初公開で今皆さんに見ていただいている状態です。まだ販売時期も決まっていない状態すごい。でちょっとまさかのこれアスチルベ、嘘でしょこれがですね。そうなんですよ。何この葉の色、一般的には緑ですよ。そう、普通のねアスチルベは緑で、お花はどうですよね。白やピンク、優しい淡い色ですよね。でそれがお花はこういうねちょっとパープルチックなねかっこいい花がね、この葉にぴったりな花が咲くんですね。そうですね。じゃあ結構主張ある花が咲いてくれると。しっかり咲いてくれます。またすごいの作りましたねかっこいい名前、ダークサイドオブザムーン、もう舞台の名前みたいな。そうです物語を感じますよ。普通はですね、アスチルベ
咲く時期が5月、6月、7月とかなんですけども、この品種も同じように咲くんですけども、ただこのねリーフが綺麗なので、それ以外の時期もすごいかっこいいですよね。そうですね、花ない時期でもカラーリーフとして、アッシルベってちょっとね半日陰とかあんまり直射日光は避けた方がいいですよね。そうなんですね、なのでちょっとそこデリケートな部分もあったんですけども、まさか、この子はカーンと直射日光がね当たってもかなり葉焼けしにくく、改良されてあります。花確かにしっかりしてますね。一応ね一番おすすめなのは半日陰なんですけど、だけどもやっぱ最近の日本のね夏の7月とかすごい直射が入ってくるので、半日陰選べないようになってき選べないそんなね環境ばっかりじゃないので、そういうところでもかなり強くなってるかなと思います。体感性もマイナス30度で夏の暑さには強くなったから、もう本当にじゃあどこでも OK になったって感じですか。そうですね。気をつけるねポイントとしては、特に根っこが張るまで、特に乾燥だけは気をつけて、アッシルベはそういうちょっとウェットな環境が好きなので、そこだけですかね。水やりはしっかりと、いやもう庭の本当にもう主役になるような感じのアッシルベですね。これまたね群生させるといいでしょうね。素晴らしい、いきなり驚きです。さあ続いてはですね、これもしかして気づいちゃいました。昨年の気づいちゃいました。ちょっとこれいいですか。これだけじゃあちょっと簡単にお願いします。お話ししておくと、去年のね映像を見ていただくとね思い出していただけると思いますけど、これちょっとね植物違うんですけど、このぐらいのねこのぐらいでしたね株で、これ多肉ですから、本来は多肉ですけど、セダムの新しい品種が出ましたっていうことで、モコランドっていう、モコランドですよ皆さん。僕大興奮だった、セダムですから多肉植物ですけど、モコモコしてくるんですよね。そうです、これが状態。持てないんですけども、これ本当にモコモコした島ができちゃう。嘘でしょって僕散々疑ってたんですけど、本当になるんですね。そう去年の株が本当にこうモコランドになっていったというような感じですかね。これが庭でできちゃうんですもんね。多肉なの分かりますかね。で一株ですかこれ。多肉で、しかもこれ暑さ寒さに強いと。めちゃくちゃ強いです。これがもう手に入るようになったんですね。もう買っていただけます。やったー、昨年大興奮がもうこうやって僕らの手に届くようになった。そうです。ここで発表したものが1年後とかにね、もうみんな買っていただけるようになりますんでね。今お伝えいただくものもこれからどんどんね。さあすみません、ちょっと脱線しちゃいました。で次がですね、これもね三上さんねちょっと記憶にあれですよね。ありますよね。以前 PW さんの僕ちょっとお庭にお邪魔した動画、そちらもあるんですけども、そちらでまだ名もなきハイビスカスがあって、普通寒さには弱いんですよ。ハイビスカス寒さに強いんですよね。マイナス何度まででしょ。マイナス30度ぐらい。いやおかしいでしょ、そんなことあります。もう植物のなんか常識を覆してますよ。そうですね。それがもう品種としてもうねこれは販売になってまして、さらにその次に新しいこの真っ赤の赤くて黒い葉っぱのものとか出始め、さらに初公開のものがこっちですね。なんかちょっと雰囲気違いますね。そうなんです。低いですか。これも初公開。そうです。最速頑張って来年の秋皆さんに手に取っていただけるようにしたいねって準備しています。また日本初公開。だから初代の品種たちはこう結構大きくなります。背丈出ますよね。背丈的に僕たちのこの大きくなった肩の近くまで、そこまでいくんですね。大きくなるので、こう造園とかでやるとすごい迫力でバン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 ってハイビスカスが背景にもできるような感じでできるんですけど、一般のねご家庭でちょっとね大きすぎるよっていう。確かに今コンパクトが求められてる。そうなんですよ。なのでちっちゃくギュギュッとできちゃうんですか。ちっちゃくして下の方から枝がたくさんね出るように。確かにね、もう葉の数も多いような印象ですし、これ強さは一緒ってことですよね。強さは一緒です。対処性マックス、対処性5レベル、もうどこ上でも大丈夫。全然今の日本の暑さでは全然大丈夫です。すごい、今の日本すごいんですけど暑いんですけど、そのぐらいでは全然大丈夫です。でハイビスカス普通冬の寒さに気をつけなきゃいけないのもマイナス30度大丈夫。そうですね。そしてもうとにかくコンパクトになってくれる。で花もたくさん咲くと。そうです。ありがとうございます。すごい感動的です。さあまだまだございますね。じゃあ行きましょうか。行きましょう。このアジサイ。アジサイではラグランジアもありましたけど。そうなんです。ちょっとねまだ違うのあるんですか。またね新しいシリーズというかですね。アジサイが新シリーズですか。作っております。綺麗ですね。でこれはですねサマーメドレー、ペールシャボン。まるでねこうちょっとシャボン玉がね確かにいろんな虹色みたいに幻想的ですよ。見える品種なんですけども、色味が虹色っぽい。
すごいのは実はそれだけじゃなくて、はい、でこの品種の最大の特徴ですけども、毎回驚かされてます。もう驚きませんよ。はいはい、いや通販番組ラグランジアは先だけじゃなくて、ね、横からも咲いてくるっていうの驚きましたけども、でただ普通のねアジサイっていうのは、いつ、剪定をしてねって前年のだいたいもう8月になる前、もう7月末までにはそうですよね、切らないと、そうだ花芽ができちゃう。それがまあ普通のアジサイなんですけども、今回サマーメドレーシリーズは、はい、かなりやっちゃいけない、禁断の、また面白い冬剪定を禁断の冬剪定しちゃった、はい、やっておりまして、新枝咲きなんですか？はい、新枝からも咲いてくる。もってどういうことですか？だから、旧枝も新枝もどっちも咲くから、新旧両枝咲きってすごすぎる、何ですかそれ。新旧両咲き、はい、この子は禁断の冬剪定ということで12月20日にこのね、ちょっと申し訳ないんですけどついた芽を全部カットさせてもらったと、はい、でこっちはいつも通りマニュアル通り7月末までに切った子、はい、で本当だったらこれもう秋終わってるから、はい、芽が出てこないはずなんですけど、 ね、それが6月の出てるだったらまあ普通にこういう風にもうほぼ一緒ですね。へー、すごっ。夏の7月の末までに切ってねっていうのもまあいいんですけども、はい、やっぱり夏暑いじゃないですか、僕らもね作業するの大変だし、ね、できるだけちょっとねまだ花咲いてたりしますんで、ちょっと置いときたいっていうのもあるので、冬にこの枝が見えてる状態でこう作業するっていうのもすごいねやりやすいですしね。素晴らしい。もう一つ実はちょっと特徴があって、普通のねアジサイは一番この枝の先端だけに花が咲くんですけど、はいはい、この子はですねこう横から出てきた芽にも出た、はい、ラグランジアがこれに僕衝撃を受けたんですよ。はいはいはい、はい、でこっちもってことですか？ラグランジアはさらにこうしだれるから、よりこうなんていうんですかね、こうポン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 みたいな見えるんです。でこの子はより普通のアジサイみたいにこうは出てくるので、だけども横からも実は出てきてるので、花だらけにもう葉っぱが見えないぐらいちょっと頭が追いつかないです今。でさらにまだあるんですか？はい、さらに何これ全部一番花ってやつなんですよ。はい、最初に咲きましたね。はい、でさらに新枝からもまだ咲いてくるので、そういうことが起きるんですね。はい、だからこれは7月の23日に愛知県の PW ガーデンなんですけども、はい、暑い、本当暑いですよね。はい、あそこで一番株元からこう花が上がって、整理しましょう。はい、皆さん、はい、旧枝咲きは前年の枝の花芽に花が咲きます。はいはい、で新枝咲きは新しく伸びた枝に花が咲きます。はい、ですからどっちかなんですね。はい、で一番が終わったらもう終わりなんです。はいはい、ですが新旧どっちも咲くから一回終わってもそれは前年の枝の花だったわけですよね。はい、今度は新枝の方にまた花が咲いてくれる。そうですね。これができちゃうってこと？できちゃう。はい、でそのね凄さを解説するために全部ねこうメカニズムを話すと難しいと思っちゃうかもしれないんですけども、シンプルに簡単になったよっていう。そういうことですね。はい、シンプルにいつ切っても咲いてくれるようになったっていうことなんですね。たくさん咲くし。ありがとうございます。はい、驚き疲れました。はい、そして次はどれをいきますか？はい、タイムいきましょう。はい、クリーピングタイムですか？横に張っていく。はい、はい、クリーピングねタイムってもう昔からねありますよね。あります。もう庭に欠かせないですね。はい、踏んでも大丈夫だし。そうですね。もうグラウンドカバーなんですよね、はい、タイム。でグラウンドカバーのクリーピングタイムをちょっと別の方向でね改良したものになります。結構ね普通のねクリーピングタイムロンギカウリスってね、はいはいはい、と言うんですけども、使っておりますよ。はい、で開花期が4月から5月ぐらいなんですね。はい、春ですね。はい、でこの子はこう6月とか7月の結構ね初夏夏にねありがたい、はい、夏花が少ない時期に。そうなんです。4月とかは芝桜とかいろんな植物があるの で、グラウンドカバーでもいっぱい咲いてくれますもんね。はい、そうなんです。なので逆にそうじゃない時期にいっぱい咲いてくれるものっていうのはこれは非常に貴重になるだろうなと。ポーチュラカぐらいしかあんまないですね。そうですね。グラウンドカバーの夏って言ったら、はい、そのチョイスをね皆さんに増えていただきたいなっていうふうに。嬉しいです。はい、でさらにまだありますね、この花のね大きさとかねすごいこのね差がありますね。一般的ですね。一般の普通の品種とこのセントグレードって新しい PW の3倍ぐらいあるかもですけども、じゃあ花としてしっかり楽しめるんですね。そうですね。ね、クリーピングタイムって本当花バーって咲いて綺麗なんですよね。はいはい、それが大きいからよりもう葉っぱ見えなくなるぐらいまでいけてるってことですね。はい、
で当然ね常緑のね多年草ということで、はいそうですね冬はすごいかっこいいちょっと色づいた感じになるんですね、はい、いいですね色になって、コストパフォーマンスも抜群の植物かなと。そうですね。でも毎年当然楽しめるわけですもんね。そうですね、ちょっと香ってもいいですか？もちろんもちろん、はい、いい香り、はい、香りもしっかり楽しめる。しっかりと葉っぱも大きいですね。なんかね葉っぱもね全体的にちょっとねパーツが大きくなってますよりグラウンドカバーしやすくなってる。そうですね、強い、すごい対処性マックス、はい、レベル5でございます。ありがとうございます。驚きが連続開花しております。さあまだいきますよ。はい、カラジウムですか？はい、カラジウムのね、はい、印象としてはいどんな感じですかね？育てる上でですか？そうですね、注意するポイントみたいな、気をつけるべきところをきっと解消してるんですもんね。そうですね、葉焼けがちょっとしやすいですかね。なんか乾燥してチリチリになりやすいみたいな。そうですね。まさかそこが、ちょっとね触っていただけます？分厚いんですけど、ね、かなりこんな厚くないですよ普通。葉っぱがねこれもね分厚くなって、これがカラジウムなんですか？カラジウムです。こんな色ない、もうちょっと多肉質なぐらい出ますね、本当はね結構デリケート、そうなんですよ。暑さには強いんだけども日光には気をつけてねっていう里芋科の中ではやっぱ気をつけなきゃいけない部類、っていうところがあったんですけども、この子たちは実は、私たちの会社愛知県にあるんですけども、そこでもう直射日光ガンガン当たるところでどうなるかっていうのを試した後の株です。これ当たってたんですか？当たってた子たち、もちろん今までみたいにその半日陰とかそういう場所でも大丈夫だし、もうちょっと日光がね当たっちゃうのよっていう場所ね、そこでも大丈夫だよっていう観葉植物だから本当にマレーシアみたいな育て方ができちゃうってことですね。外でガンガンいけちゃうっていう。これねハートトゥーハートってハートトゥーハート、ハートですもんね。ハートなんですよ。はい。はあ、愛を感じる。ハートトゥーハート。素敵なお名前。結構ここまでモコランドとかそういうのが多かったですけど、急にロマンチックになりました。幅広いですね。名付け方も素敵でございます。この色とかもねカラジウムなかったというかね、こういうのはすごいですよね。一見なんかレックスベゴニアとかそういう感じの葉っぱかなと思いますからね。この茎もそうでしょう。かっこいいですね。傭兵の部分ですね。色づいてますよ。でカラーリーフつながりでいきましょうか。イポメアじゃないですか。はい。さつまいもですね。そうですね。イポメアは新しいんですか？イポメアは昔からもう品種改良は進んでまして、でご存知の通りイポメアってさつまいもなんですけども、さつまいもの葉っぱなんです。でさつまいもっていうのはね根っこの方に栄養がたくさんいって、美味しくなれという形で、根っこにすごい栄養がたくさん充実するんですけど、この子は観賞用ということで上の方に栄養がねいきますので、葉っぱ多いですね。そうなんですよ。これでもかって葉が茂ってますね。で昔から私たちもね実は一本目をずっと開発してたんですけども、結構苦労しててですね、昔はこう節間葉っぱと葉っぱがこうね節ですね。節と節がねすごく長くなっちゃってたんですよ。短いここ。ここが長くね間延びしちゃう。どうしてもつる性でこう伸びるから。そうなんですよ。そしたらコンテナに植えた時にダラダラって行きがちだったんです。それをギューッとコンテナの中でもこうモリモリってね、できてる。モリモリって咲くようにしたのがこのモリーナっていう。モリーナ。今度は分かりやすかった。モリモリーナ。モリーナさんです。モリーナっていうシリーズで。本当モリモリですね。そうですね。でこっちはスパイラルって言って、今度はネットとかがあるとそこをどんどん登っていくタイプのさつまいも。しがみついていってくれる感じですか？そうなんですよ。自然にこう登っていくんですけども、それを実際にアーチで登らしたものがあってですね。アーチでいけるんですか？はい。これねちょっと日付見ていただきたいんですね。7月七夕に素敵な日に植え付けて、7月の末でこんなに登りました。8月1ヶ月ちょっとで上まで行っちゃった。つながりましたみたいな。これやらない手ないですね。アーチってやっぱ時間かかっちゃって、なかなかどのアーチ作っても上まで行かなかった、冬来ちゃったとかあるんで、夏だけで行けちゃう。なかなかのスピードで。しかも真夏の酷暑ですよここ。そうなんです。行けちゃうんですね。どちらかというと暑いの大好きなので。そっか。いやもうねちょっと自分たちもここまで早いとは思わなかったぐらいだったんですけども、びっくりしてやってみたらいけちゃった。これはちょっとみんなにお見せしたいなと思ってお見せしたのはこのキーライムっていう涼しい色なんですけども、ともう一つがこのブラウニーって言って少しこうブラウンがかったところです。もうこれはもう発売が決定してまして、2026年の春から。待ち遠しい。じゃあ来年はアーチにチャレンジで。そうですね。
いや、ありがとうございます。なのでね、さっきのカラジウムもそうなんですけど、うんこういうリーフ類をどんどん多用して、はい、あんまりねもう無理しすぎないようなガーデニングをね皆さんにもやっていただきたいなっていうふうに思ってますんで。本当にありがとうございいえいえ、ます。こちらこそ来年がもう楽しみなんですけど、あよかったですまたどんな品種が出るのか、はい皆さんも楽しみにしていただけたらと思います。ただ皆さん争奪戦です。これね、発売されたらすぐ結構売り切れちゃうんですよね。そうですね。みんな特にね新品種っていうね皆さんですよねもう欲しいってなるんで。ホームページ PW さん検索していただくと、どこのお店で売っているかっていうのも分かるサイトもあるんですよね。はい、そうです。そちら概要欄にも載せておきます、はい、そこで皆さんチェックしてみてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で終わりじゃないんですでも、はい、この後も藤原さんにお付き合いいただいて、そうなんです。そうまたさらにブースは続きます。はい、じゃあ行きましょうか。次はオランダのね、はい、こんにちは。こんにちは。また会えました。今回もオランダから来てくれました。My name is Huub. I'm from the Netherlands, from the company Schoneveld Breeding. We are a breeding company in several pot plants, especially cyclamen. We are very famous in Japan. This year we have a new introduction that is a botanical cyclamen. 初公開っていろんなものをね、さっきも PW でご紹介したんですけど、これに関しては今まではね、日本初公開だったんですけども、これは世界初公開出ました、今年も、はい、世界初公開、はい、それだけこう日本のことを思って、はい、やってくれるっていうことなんですよね。皆さん、はい、昨年は青いシクラメンがございましたよね。また世界初公開のシクラメンですか。はい、今までのシクラメンっていうのは、全部このねお花のね模様がすごかったりとか、香りが良かったりとか、ついにね去年は青いシクラメンが出ましたとかね、ありましたけども、はい、今度はですね、いわゆる原種系シクラメンって言って原種ですね。もはい、ともと植わってるシクラメン、野生のでシクラメンって実は種が20数種類あるって言われていまして、はい、で私たちが今普段シクラメンって呼んでるものはその20数種類の中の一種なんですよ。でその一種でほとんどのシクラメン、実はそうなんですよね。はい、それをいっぱい品種改良されて、そうなんですね。はい、だからその普通のシクラメンすごい花も綺麗で模様もたくさんあって、香りもいい品種ってねたくさんあるんですけども、唯一ねちょっと弱点というかあれなんですけども、だいたい5度ぐらいまでの寒さで、それ以下になってくるとちょっと霜に当たったりとかすると傷んじゃうとかですね、冬越しできないとかいう問題があるんですけども、今度のご紹介するこの原種シクラメンはだいたいマイナス15度から20度ぐらい、強いですもんね原種だから。この子たちは実は原種シクラメンの中でも世界で初めての F1 種子っていう、そういうことですか。はい、固定されたんですか。そうです。何がすごいのかっていうと、そうですね、F1 の凄さを、だからお父さんとお母さんね、いますよね。はい、でこの子たちを掛け合わせるとやっぱり子供っていうのは僕たちのね子供もそうなんですけどみんなバラバラにね個性がみんな違いますね、上でもなりますよね。でだからこの子かわいいこの子いいねとか言ってその選ぶ楽しみもあるんですけども、やはりその生産するってなると大量に同じ子たちができないので、それが苦労するところなんですけども、この子たちはその F1 っていうことでみんな同じ子たちができるようにちゃんと安定して同じものができるようになったってことなんですね。はい、それが世界初。世界初。今まで違う原種のシクラメンでできたってことですね。そうですね。Great, you're great. でそれがねできると何がすごいか、もう本当に今までと比べ物にならないぐらい生産の効率が上がるんですよ。でそうすると効率が上がると皆さんに非常に手に届きやすい、いろんなところで手に入るようになるし、お値段的にも非常に手に取りやすい価格。原種シクラメンってちょっとね難しいかなって思ってた人も初めて手に取りやすいようなものになって、でこれがきっかけとなって他のいろんな楽しい原種シクラメンにもチャレンジしていただければもっと楽しみが広がるかなって思っています。2種類あって、こちらのアバロンっていうシリーズが、いわゆるヘデリフォリウムっていう系なんですけど、このヘデリっていうのはヘデラみたいな葉っぱっていう意味なんですけども、似てますね。これまさにね見ていただいたら、ヘデラみたいな葉っぱついてると思うんですけども、でこの子たちも原種シクラメンの中では非常に強い強健な子で、もう何十年って生き残るタイプですね。これが実はですね販売されている時のもう少しね株がしっかりできると思うんですけども、販売されている時でこの子を冬越しして次の秋の9月とかには実はお花から咲いてくるんですね。そうですよね。原種って結構ね花から咲くんですよね。そういう系も多いんですけどね。
でお花が咲いてきた後に、葉っぱが出てくると。それも原種系ならではのはい楽しみ方。いや素敵です。またいいですね。優しい色合いで。で今度はエリシオンっていうシリーズなんですけども、これはシクラメンのコームはいっていう種です。はい、また別種の原種ですね。うわー、また全然葉が違いますね。でこの子もすごい強い、品種でして、葉っぱのね形もちょっと違いますよね。違いますね。はいこれ全然違う。でこっちは秋に咲きます。でこっちは真冬に咲きます。時期が違うんですね。はい。はあ。12月ぐらいからね咲き始めて、1月とか2月とか一番お花が少ない時期にどんどんこうやってね、雪の中でもこうやって咲いてますけども、はい、こういう風に咲いてくれるというのが、原種だからこうできちゃう。そのだから開花リレーも楽しめるってことなんですね。そうですね。はい、いいですね。感動しております。ついに原種が固定された品種で楽しめる時代がやってきました。今まで愛好家さんも多くて一個一個違うっていうのを楽しむっていうのもありましたけども、安心してこれだっていうのが選べる時代がやってくる。ちょっとぜひ思いを。It took a lot of time. I think we worked for it for almost 8 years to get it done, and we are really happy to show it now for the first time to the people. So Japan is first release. Yeah, we are very happy with the product, and we look forward to the future. And we start now with two color. So we have a purple one, and over here a white one. But there will probably come another one, and yeah, we look very much forward to it. So it looks promising. 本当にやっぱこういうの作るんだっていうんだから、これだけの歳月かけてようやく発表できていると。そうですね。だから最初の品種が8年かかってるんですけど、その8年の間に次の品種作っていってるんで、それが順番にまた皆さんにご紹介できていくと思いますんで。いやー、だここから広がっていくんですもんね。そうですね。うわー、楽しみです。ありがとうございます。Thank you。さあ、そしてまだありますよね。はい。他に、はい。あ、ちょっと改めてそうだ。はい。こちら昨年のもう衝撃でした。Yeah, this is the Dragon series. So this is the first F1 blue cyclamen on the market, and we have two colors. This is a deep blue, and this is a light blue. So it's really 綺麗 blue. ですね。And in Japan, it's available in several pot sizes. So also have bigger pot, for example. 素晴らしい。So last year we showed it, yeah, for the first time to the world in Japan during the flower trials, and yeah, we are already working on more blue types. So I hope you will come back next year too. So then we might show another blue one. これ去年ねここで見ていただいた時に世界初公開。本当に興奮しました。こんな重要な品種を日本で初公開してくれたんですけども。日本を選んでくれたんですもんね。はい。本当に嬉しい。でこれも青いシクラメンっていうのもあったことはあったんですけども、今までと違ってこれも世界初の F1 っていうことでみんな同じ色で固定できたから僕らに安価に手に入りやすくなったってことですもんね。しかももうようやく僕らの昨年はね来年が待ち遠しいって言ってたんですけど、もう間もなくもう本当に店頭に出始めた頃かなと思いますけども、もしかしたら見つけられるかもしれないですね、皆さん、このアップした頃には動画を。で去年ですね、あの後、このフラワートライアル、1000人2000人近く来られるわけですけども、そのプロの方ばっかり来られるんですよ。でプロの方がどの品種が一番これ革命的というかですね、今後影響が大きいかということでそれ投票していくんですけども、おっしゃってましたよね。この中から一つグランプリが決まる。でそのグランプリにこれが去年ね、やったー、2024年のコングラチュレーションゴールドっていうことでおめでとうございます。We were really proud of that. これが1位にや選んでいただきましたので、これはやっぱすごいよっていうことで。すごいです。Maybe also good to tell that in our breeding in cyclamen, we always focus on small leaves. In cyclamen, every leaf is a flower. So the more leaves you have, the more flowers. So and the longer you can enjoy a plant. So that's very important for us. Focus on small leaves. That means a lot of flowers, a lot of joy. 色だけ求めるんじゃなくて育てやすさ、楽しむものも全部兼ね備えた上で出していただいたと。そうですね。これがね最初のブルーなんで、多分あと何年後かにね振り返っていったら、あこれが最初だったんだなっていうふうに
昔なかったのっていうことですよね。そうそう、いろんなものがこれから多分出てくると思うので、楽しみですね、今作ってるってことでしたもんね。そうですね。ありがとうございます。さあそしてどちらをご紹介しますか。そうですね。やっぱりこのね、これは本当になんかもう何度も見てるのにはいえってなる毎回びっくりするんですよ、はい、これはもう僕も説明できるぐらい好きになったんですけどもうね花が上向いてるんですよねまずね。そうですね。そう普通普通のねシクラメントじゃそれこそこのブルーでもそうですけど、はいはい、こっちなんで実は花びらが反り返ってて下向いてるんですよね。でこれはもうそもそも上向いてくれてるから、一般的な花のように咲いてるようになってて、あとはこれですね、花びらのこれ何度も聞きます。これなんでこうなってるんですか。 We try to breed something different than a standard cyclamen. So this it is a cyclamen, but we try to position it also as a non-cyclamen because it's so special and unique. So and we do know that in Japan they really love special type of flowers. So about 10 years ago we started breeding in something completely different. So yeah, this came out. So it's really unique flowers. It has a lot of flowers, and still much more will come. And the shelf life, and that's also very important, is very, very long. So a consumer can enjoy it for a few months on the kitchen table, for example. そうでしたよね。だから本当この驚くの花のね、はい、この状態に驚くんですけど、本当に開花性と長持ち性も本当他のシクラメンよりもすごくなってるっていう、そういうことですね。それがまたすごいことですよね。兼ね備えていろんなものを兼ね備えてイリュージョンを起こしてるっていうのがそういうことですね。ね、はい、本当にこれも選ばれてましたよね、賞。そうです。このフラワートライアルのアワードのドラゴンが去年のゴールドだったんですけど、これがその前の23年の業界人が選ぶトップの、その時世界初公開だったんですよね。そうです。はい。それは選ばれ、しかもフラワーオブザイヤーをそうですね。受賞していて、毎年驚きます。はい。見てるはずなのに毎回驚きます。なのでこれがようやく今年は結構手に取りやすくなってくるんじゃないかなってすぐなくなる状態ですもんね。でそれで改めてご紹介いやーぜひしています。イリュージア皆さん探してみてください。宝探しのようです本当に。でまたこのねイリュージョンがねまた彼ら作ってますから。はい。さらなるイリュージョンを。そう。It's an illusion. New illusion. New illusion will come. Yeah. Wow, will become? Stay tuned. Yeah. yeah. And not only new illusion, there will come more. はい。すごっ。楽しみですね。もうこのね花の形の作り方は彼らの研究所ではもう分かってるんで、はい、来年なのか再来年なのか、そうまたフラワートライアルジャパンで、はいなんですかね、はい、楽しみにしております。さあそしてどうでしょう、他には。あとはですね、ここまではずっとシクラメンご紹介してきたんですけど、ガーベラもあるし、綺麗ですね。そうなんですね、シクラメン以外もいろいろあると。お、こちらまさかの見物できましたか。そうなんですよ。ゴーテリア。ゴーテリアですね。はい。いやこれからのシーズンね、本当クリスマスなどにもとってもいいですが。そうなんです。This is the Goteria. The brand name is Ciao Bella. In Japan, in 3 colors, a red one and a white one, and only available in Japan and in America a pink one too. This is the red color, and when you get cool nights, they start coloring. So in the coming period, it will become all red. 本当だ、変わってますね。And our main focus is a lot of berries. So then you have a lot of roots, red fruits. It's possible to do it indoor in a decorating pot, or you plant it in your garden. And next year you can enjoy it again. インドアでも？ Yeah, you can use it indoor and outdoor. So for example, in Europe they use it also a lot for Christmas period. And then they make some decorations with it. So you can also make a decoration with a cyclamen, for example. そっか、シクラメンと一緒にそういうことですね。冬モードでクリスマスぴったりですね。はい。いいですね、いいですね、いいですね。合いますね。And if you plant this in the garden, at a certain moment, in the first 2-3 months of the year, you still have the fruits. Then they will gone, but the leaves they will stay. And then you go to autumn again. Then you get new fruits and start coloring again. So to give you an example, this one is a second year plant. So these are already colored red. Wow, so this is a plant from last year. So this is a new one.
This is a 2-year-old plant. 変わるんですね、こんなに。だんだん色づきが良くなっていくんですか。早く実が大きく、2年目はね早く実が大きくなって色がつくのが早いよっていう。全然違いますもんね、素晴らしい。これも新品種っていうことですか。これも世界初の F1 のちょっと待ってください、はいはいなんかさらっと紹介されて、はいこれも世界初。 This is also the first F1 Goteria on the market. We have it available. はいの世界初。これもはいこれもこれダブルでそうですね。ちょっと詳しくお願いします。はいどう世界初なので今まではこういうゴーチェリアとかもあったことはもちろんあったんですけども、はい全部その F1 じゃないので、まあちょっとばらついたりとか。そうだったんですね。はいはい、で、あとは、この子になるとその、まあ、F1 ってこう雑種共生って言ってですね、はい、こそうですね。早く生育するようになってますので、その生産の期間が全然違うんですね。早いんですね。そうだからこそこのもう初年度からもこんなしっかりとそうですね。実つきもいいってことですか。はい、いいこと尽くしで。だから普通のゴーチェリアこういうものが生産期間が、まあいろいろね品種によって違うんでしょうけども、だいたい1年半とかかけて作られるものが、この子はまあ10ヶ月とかそのぐらいで作ることができるので、生産力も上がって、はいはい、供給もしやすくなって、供給もしやすくなって皆さんが何より手に取りやすくなりますよね。それでいてこれだけの色づきの変化も楽しめる品種がはい固定されて、そうですね。手に入るように初めてなったっていう。そうです。はい。すごいな。結構ね、秋冬にこういう実物とか色がついたものっていうのはね、貴重なこう植物ですよね。そうやっぱりもう欠かせないです。もはや寄せ植えなどにもね、もうこれからじゃあもう大人気のもうスタンダードになっていくと。そうだと思います。Yeah, much more. We already start very good in Japan, and in the coming years we will increase the market together. And also this week during the flower trials, there was a lot of interest by growers and also by the big retail shops about Ciao-Bella. So we expect a lot from that in the coming years. シクラメンとはまた違う、でも相性抜群のゴーテリアも世界初でございます。こちらも来年ですか。じゃあ今年も少しは出ると思うんですけども、まだまだ全然数は少なくって、来年ぐらいからかなりこう本格的に流通し始めると思います。はい、皆さん世界初をどんどん堪能していきましょう。そしてまずはねブルーのシクラメン探していただいて、そしてどんどんまたこちらも出ていきますのでお楽しみにということで。いやありがとうございました。Thank you very much。これからもよろしくお願いします。さあそしてまたヨーロッパで今回もフランスからやった来ていただいてます。昨年もですしかもね今年社長がねわざわざ。Nice to meet you。モレルさんですね。そうですね。よろしくお願いいたします。いや Thank you。I'm glad to see you。My name is Eric. I am the CEO of this company. It's a French company. The company was created more than 100 years ago in 1919. And we are a cyclamen breeder. That means we are created some varieties and we produce seeds. And we work with the Hakusan company for many decades. And of course, the Japanese market, it's an important market for this company, for Morel. And we also have some partnerships with some local breeders who help us to create some new varieties. Thank you very much。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、上手、素晴らしい。はいで、ご紹介いただけるのは。そうですね。ここからは、日本に、在住経験のある、バスティアン。もしかして日本語が。少しできます。すごい、ありがとうございます。いや、少しじゃないんですよ。ね、もうペラペラな感じですね。すごいんですよ。よろしくお願いいたします。じゃあ自己紹介で。はい、自己紹介。リアターバシャンと言います。モレルで日本を担当しております。ありがとうございます。ペラペラですね。じゃあまずこのまだカタログに載ってない新しい新品種、早速。そうです。ビクトリアサーモンで、珍しい点としてはまずこのすごい赤色のフリルにちょっと濃い色の壁に、すっごい綺麗ですね。本当だ。で下もちょっとこう濃くなっていっていて、で上についてるんですね。うわ、好きです。だってシクラメンってかがりビバナっていう名前ついてて、やっぱりこうちょっとねほむら感があるというか、炎感あるのいいですね。で優しい色合い。
まだこれは発売されてない。少し試験ぐらいですね。いつ頃の予定なんですか？まあ、これからまあ少しずつ量が毎年増えてて、まあカタログに導入されたら、はいまあ、もうちょっと本格う的なわー、広がるのかな。待ち遠しい。ここが本当美しいな。なんか日本の心を表しているかのような。チューリングタイプはガーデンで使うと、さらに花弁がちょっと大きいので、もうちょっと迫力ありますよね、初輪よりも。そうですね、中輪タイプだからこそのしっかり主役になれるタイプですね。お庭でもいけるってことですね。そうですね。まあ、ビクトリア新種は結構強いんですね、外で。それは会社を問わず、そういう性質かな。花弁が厚い。分厚いから丈夫ということですね。ありがとうございます。さあ続いてこちら、昨年ご紹介いただいたタキシードがあります。かっこいいシクラメンですが、それとはまた別ですか？そう、この隣で、まあ、今回ロージーグローっていうまた新しいのですね。新しい新種で、まあ、今回は、日本人を、考えて、育種した日本のために作ったシクラメンですか？日本人のために嬉しい、そう昨年もモレルさんって本当日本の繊細な心をしっかりこう踏襲したシクラメンを作ってくださるって話でしたよね。よく覚えてらっしゃいもますね。ちろんですよ、僕も編集してました、はい、それをちゃんと意識してくださってるんですよね。そうですね、まあ、その以前からやってたんですけども、まあ、こういう桜をイメージした花色ですね。桜の花色をイメージしてくれたんですね。本当だ、淡いピンクなんかかった、嬉しいですね。綺麗だな、透き通るような色味も感じますね。特徴はどんなところにあるんでしょうか？まあ、その花弁の色の他にこの葉の、すごくダークな確かに濃い緑っていうか青がかかったような緑ですね。確かにちょっと青みがかってる感じですね。光沢を感じるような、これがまたこのコントラストが綺麗ですね。そうですね、しっかりと輝かせてる。タキシードと合わせるといいですね。なんかこっちはねシルバーリーフでしたよね。そうです。だからタキシードにはこの、フォーマルな印象、赤に対して白っぽいピンクに、でこちら濃いめの葉の色。そうです、ある意味逆ってことですか？そうですね。葉っぱのね白い部分と緑の部分が逆なんですね。そうですよね。だからこの一緒に植えるととっても相性がいいっていう、素敵、いいですね。寄せ植えにもねおすすめでしたよね。こちらもそういうことですね。そうです。ロージーグロ、これはいつからですか？まあ、また日本で今回初めて、また初ですか？そうです。これもこちらも驚いてて、今まだあれですね。だから生産者さんが一流のね農家さんが今テストをしてこういう風にできましたよっていうところを今お披露目しているっていう段階です。来年には多少まだ数量限定ではあるんですけども、量が増えますね。ありがとうございます。手に入ることを待ち望みます。そしてこちらリーフィー、英語で、リーフを、っていう言葉。葉っぱですね。そうです。でこのエデリフォリオンっていう、種なんですけれども、原種じゃないですか？そうです。葉っぱが結構特徴の、種になっているので、それでリーフィっていう、名前をつけました。はあ、そうか、葉っぱも美しいよということでリーフィーですね。うわ綺麗、シルバーがかってますね。おお美しい。まあ、育種選抜はしてるんですけども、原種ですね。はあ、じゃあ強いんですね。そうですね。体感これマイナス15度ま強い。でいけて、で毎年また咲きますね。でペレニアルですね、毎年楽しめて。8月から11月。8月から11月、長く咲いてくれるという、いいですね。花咲いてない時期もリーフが美しいということですね。あとこのシクラメンの名前の由来でこういうサイクル、くるくる回ってるやつね。はい。それは原種でまた見るのが魅力的なポイントですね。そうなんですよね。だからサイクラメンって本当はそうですね、言うんですもんね。実はこのサイクルしたここからも名前が由来だと言われてますもんね。わらびぐらいくるっくるしてますね。そうですよね。だいぶ品種だとサイクルしてますよね。これも綺麗ですね。来年は先に花が上がってくる。まあそういう自然界ではそういう感じですね。やはり花から。ちょっとでも早めにでも8月からは楽しめる、夏から楽しめるってことですね。ありがとうございます。で、裏にもさっきあった気が。やっぱそうですよね。コームの方で、コウミっていう名前をかわいいつけました。コウムからクーミです。そうですね。こ
コームって言いますもんね。またこちらはどういった特徴でしょうか。まあ、コームはエデリフォリアムよりもまたプラスチコムよりも丸いですね。葉っぱですね。そうですね。葉っぱが丸いですよ葉っぱが丸いですね。それが特徴で、あといろんな模様もはい。あります。こっちもこういう葉もあるんですね。へえ、いろんな葉っぱがございます。素敵。たくさん出てるんですね。うんそうですね。このおーいろんな葉っぱ模様があっわかりやて、でその中からまたいろんな色が存在してて、これだから普通花で選ぶじゃないですか。そうです。葉っぱからまずうんどのタイプか選んで、でそれでどの花を好きかをまた選んでいくと。面白い。こういう風に選べるんですね。また実際に店で見たら秋での購入だったら花がまだ立ってないことも多いと思いますので。これってもしかしてクリスマスツリーイメージしてるんですか。そうです。本当だ。こっちから見るとクリスマスツリー、しかもハートね、愛のシクラメンですね。上がりつつあります、ね。花出てきてる。はい、はい。うわー、やっぱり可憐ですね。可愛らしい。ただ満開になるのがね、タイミング的にはもっと後ですよね。そうですね。はい、 11月からでおー、そうですか。春まで。あ、今度は春まで。これが違うわけですね。そうです。先ほどのこちらのリフィは11月まで、夏頃から11月頃まで。逆にそれを追いかけるようにしてこちらはそうです。咲いてくれる。だからヨーロッパでこうセットで販売する、ガーデンセンターもそっか。多いんですね。日本でもそうなりそうですね。なればね綺麗に長い期間で咲いてくれるんで。いいですね。本当に原種のシクラメンは強いですから、植え付けていただいてどちらかが咲いているっていう状況になりますね。そうですね長く楽しめる。これから育種はいにもうちょっと力入れて、また今度新しい花色だったり。増やしていくってことですね。そうですね。今の時点でもう売ってるんですか、これは。それも、ヨーロッパで、結構売られて販売されていて、あと日本だと、新種ぐらいはよく見かけてたと思うんですけども、今からこの新しい葉模様を出している。日本でも出ていくと。ぜひともお願いします。こんな風に選ぶのがね、またシクラメンの楽しみ方が広がりますね。ありがとうございます。すごい。さあ、そして昨年もご紹介いただいたマカロン。そうですね。ですミニシカメンですと、マカロンっていう新しいシリーズを、今年カタログに載せて本格的に、販売開始しました。ねえ、昨年ご紹介いただいていよいよ本格始動ということですね。可愛らしいんですよね。改めて特徴を教えていただけますか。特徴としては、モレの品質全般に言えるんですけども、この鮮やかな花色ですね。ねえ、綺麗です。花色で遊べますよね。本当にビビッドな色がこう揃っています。それでいて白もあるから。その後はこの対称性、今日本でだいぶ、暑さシカメン生産の現場で問題となっている暑い、夏が。そうですよね。私たちはね、秋にシクラメンって見るんですけど、農家さんは実は夏に生産してますからね。確かにそうじゃないと間に合わないですもんね。そうなんですよ。日本の夏暑いですよね。そうですね。夏も暑い。それを超えられるようにしてそういう思いで育種しました。強くなっているこれからの時代を担うシクラメンです名ね。前はね、可愛いけど実は強い。強いですね。はいいいですね。本当ここに書いてある通りですね。うんこちらはもう今年から手に入っていく感じですかね。そうですね。結構入るはずです。お店で見つけたらぜひでございます。いや、改めて聞いてると本当にこの品種改良っていうのを日本のことを思って作ってくださってるんですね。とても去年うちの同僚も言ったんですけども、すごく日本人はシカメンを愛する国民ですので、そこは考えてこちらも努力してます。いや、もうそんな思っていただけてるのは僕らもうフランスに行ってね、フランスの本当にその素晴らしいこの品種の作っている様子っていうのも本当絶対見に行きたいと思っています。ぜひ来てください。行きたいです。だから去年もそれで盛り上がって、はい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 本当に行っていいんですか。いいと思います。本当に大丈夫？ちょっと社長に、はい。社長今いらっしゃるから、はいはいはいリアルに、じゃあ確認してもらっていいですか。はい、じゃあすいません。行ってみます。えちょっと待ってください。ちょっと待ちます。はい。本当に聞いてくだはい。さい。ありがとうございます。お疲れ様です。さあ、来年とか行けたらなっていう。来年じゃなくて今年で。今年ですか。 11月に OK が出ました。 11月いいんですか。いいです。11月行きます。終わりか絶対行きます。ちょうど僕マレーシア戻ってるんで、はいマレーシアから行っていいですかね。そこは
52フそっちの方がランスまでねちょっと近いぐらいですもんね。白山さんは、もちろん僕たちも11月に行きますんで、あ、なんかあるんですよ。よね、11月にね。シクラメンのね11月もう時期なので、そうオープンハウスオープンハウスで彼らの、もう育種の最先端のものをおっしゃってましたねガーッてこう昨年ね世界中にこう見せるそういうねイベントがねあるんですよね。最大のイベントです。昨年それ聞いてて、はい。そう行きたいなと思いながら、でももう今年はちょっと難しいのかなって。いいんですか？そうです。社長社長しております。行きます。決まりました。2回の私の趣味は変形チャンネル。モレルさん、フランス、僕行ってきます。じゃあもう言っちゃいました。はい言っちゃいました。その更新お楽しみに配信したいと思います。よろしくお願いします。引き続きお願いしますお願いします。やったー。というわけでありがとうございました。ありがとう。さあ会場を移動しまして、こちら H&L プランテーション会場さんに移動してまいりました。さあこちらご紹介くださるのは実行委員鵜飼さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。昨年もご無沙汰してますお世話になりました。今年もやってまいりました。さあ改めてこちら H&L プランテーションさんの会場、どんな会場なんでしょうか？はい、地元の、農産物直売所、立科十農園さんの園芸店をお借りしてそうでしたね。設営しております。すごいです。ハロウィン仕様ですね今年。はい、今年はハロウィンのかぼちゃを大ディスプレイきいいただきました。こすごいいろいろなんか、うわ宝箱のような。それは？ちらですね、はい。今園芸業界非常に厳しい業界だと言われてますが、昨年もなんかそんな話しましたそうなんです。ね。暑さ台風大変本当ですなんですが、よね。ぜひここから新しい風を入れて、そうでした。業界を右肩上がりにしていきたいと思っています。盛り上げていきましょうとはい申しました。でそれがそれが、はい扇風機なんですね。風だ。はいまさか。はいでこれ動くんですか？どういういきますよ。さあ、手動ですか？ありますうわー、こういう遊び心が素晴らしい。このために用意してくれたんですか？そうなんです。この撮影のために。そうですありがとうございます。新しい風吹きました今。ここから業界変えていきましょう。旋風起きました。さあじゃあ今年も早速行ってまいります。いらっしゃい。ありがとうございます。行きましょう。さあまずは H&L プランテーションさんのブースです。ご紹介くださるのは稲田さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうご今年もお世話ざいま。になりますす。よろしくお願いします。まずはやはり H&L プランテーションさん、どんな会社さんなんでしょうか。ですね、はいセダムですとか、ねまあそうですね、一年草とかですね、いろいろ鉢とかもまあちょっと扱っている鉢も生産者です。すっごいもう幅広くいろいろなものを、幅広く、そうです。そして皆さんが楽しめるものですよね。そうですそうです。 H&L に理由が意味があったんですよね。はい、ですね、ハイランドとローランドということで、うん高齢地とその団地という感じで、素晴らしいはい、生産しておりだからます。高いところでも低いところでもそうです暑いところでも寒いところでもどこでもしっかり育つと。マルチです。間違いなはいく丈夫な植物をという意味なんですよね。はい、そうですね。さあそれで今回何をご紹介いただけますか。はい、今回もはい。セダムでございます。ですよねはい。もうセダムと暮らそう。そうです。 H&L のセダム。そうです。セダムといえば H&L プランテーションさそうでございます。ありがとん。どうございます。れぐらい種類あるんでしたっけ？ 30種類ほど今そんなに取り扱いしております。ねえ、これだけもう本当絵の具のような絵の具です。絵画を描けるぐらいはい、そうですありまね。すよね。はい。やっぱセダムっていうとこう小さい葉が特徴的。そうです。そうですうんちみちみしてるのが可愛らしい葉っぱですね。多肉植物ですよ多肉植物ね。です。今年からというか来春からになるんですけれども、春と秋、春の芽吹きの頃からまあ夏の暑さに強いものはい。と、秋から冬、寒さに強いものですとか、秋の紅葉を楽しんでいただけるものをちょっとこう分類して提案をさいいですねせていただきたいです。どういったものが春夏にいいんでしょうか。花が可愛いですとか、あとは夏に向けて暑さに強いものっていう感じで葉っぱが例えば大きいものですとか、花がピンクですとか白ですとか咲いたりするものが、春ねおすすめしております。強くて強くて花も咲きやすくてそうです。しっかりこの暑さにも負けないわけですよね。そうですね。そういったものがおはいすすめとして出していただいてる。はいその中でもちょっとおすすめいいそうですね。まあ華やかさで言ったら細葉黄金ああもう魔法黄黄金マンレグさん大好き。本当にいっぱいいっぱい茂ってくれますしそうでねすねパッと華やかでもう、はい、やっぱこれぞ春の色って感じですそもね。うんですそうですそうです。強いんで本当おすすめです。はい。あと僕これ入ってるレモーター
根元ですねいいっすね。可愛いですよね。これもおすすめですか？はい、おすすめね、です。質感がシルバーリーフのような感じで、はい可愛らしいですよね。それでいてかっこいいんですよそうなね。んです。これも強い。はい、強いです。春におすすめ。はい、セダムはね、こう茂ってグラウンドカバーにもなってくそうですれるので、ね。暑すぎる夏、うんうん、本当に水分も含んでるからそうですそうです。救世主的存在ですよね。はい、そうですそうです。うんありがとうございます。はいそして秋冬秋はどん冬はですね、なものでしょうやっぱり紅葉を楽しみたいのでで、すね。はい、コーラルカーペットって色が赤くなるのと、真っ赤に染まっていくんですよね。そうですそうです。うんそれとレッドベリうんー、もう名前の通りレッドベリー、レッドベリー、プリッとしてプリッとしてます。逆さにしたら実ってるみたいになりますそうですねね。ぶどうみたいに。美味しそうな感じです。これも赤く染まっていく。はい、そうです。特に色づきもいいものが秋はい冬として選ばれてる。としておすすめしており素晴ます。らしいです。で冬の寒さも結構頑張ってくれるタイ頑張ってくれプですかね。ますね。はい、大丈夫でうす。んそういうのも選びやすくなっている。はい、それが H&L プランテーションさん。 H です。暑さも寒さも高いところのね、寒いところでも頑張れるようになそうですっていると。いっぱい悩んじゃうんですけど、はい稲田さんのこれはおすすめですよってありますか？何か。ですね、こちらです。お、いいですね。なんていう？サクサグラレモスグリーンです。サクサグラレモスグリーン。はい。特徴は？ですね、ちょっと最初の頃はコンペイトーのような本当です形ね。で、だんだんそうですサボテね。ンな感じ。はいはい、大きくなっていくとどんどんこうスクリューのようになってねじれていくんですよね。そうですね。それがすごい可愛い。面白いですね。だんだんねじれが強くなっていくとちょっという。癖が強い。確かにコンペイトーみたいですね。はい、最初だけいやこれめちゃくちゃいいですね。いいですね。サクサグラレモスグリーン。そうです。もう一回言ったら忘れない。早口言葉です。サクサグラレモスグリーン。そうですそうですそうです。ありがとうございます。はい。どれも園芸店さんなどで手に入る。はい、そうです。ぜひお買い求めくださでちょっとい。せっかくなんで寄せ植えもどんな風にやそうるといいかですね。を。やっぱり色のあるものですとか形がちょっと違うものをうんこうキュッと植えるのがやっぱり可愛いかなと。確かに思いますね色味と形これだけ種類はい、豊富なでそうんですそうです。違ったもので合わせるとそうですね。セダムだけでこんなに華やかに、はいこれとか面白いですね。そうですね。こちら目地っていう感じで作ってる。細かく入れてるんですね、はい、そうですそうです。全部根付いてねそれぞれの場所から可愛いで面白い。いやあと思ったのがす。うんうん鉢がはい、これとかすごくないですか？そうですね。あんま見ない鉢なんですけど、はい、まさかこれが本邦初公開アメリカからってことですか？はい来ております。多肉って個性的だから、はいセダムも個性的だから鉢もよりまたねそうです個性あるね。といいですよね形変えたりいろいろすると雰囲気全然変わりますので。鉢も力を入れてるということで、はい、そうですね。こちらにもたくさんね、はい、ありますからねございます素敵。さあそしてそうですね。はい弊社はですね、一年草もやっておりまして、はい私がもう特別好きなスイーツミックスビオラをはいごビオラもやられてるん紹介したいと思いますですよね。はい、やっぱりこちら寒いので、うんいち早くビオラが出荷できるというのもありまして、出荷もこれからなんですけれども、スイーツミックスビオラでございます。いいですね。スイーツですよね。はいスイーツですみんなスイーツの名前がついてる。はい、そうですそうです。シフォンケーキのベリー添え、はいマンゴーアイスフルーツ添え。そうです。もう食べたくてしょうがない。そうですね。色もすごい厳選してお作りしてますので、出来上がりが結構美味しそうに本当に見えるで特徴がやっぱミックス。ミックスです。もうこの一つのポットにはい3株植わってる。そうですしかも全部種類が違う。そうです。これがそのデザートのイメージにしてるデザートのイメージ。いいですね。だからねビオラ何株か買って植えようって悩みますよ、どれを合わせようか。もう悩む必要ない。悩まないです。しかも一つ植えれば今はこれだけですけど、はい次々ねすごい量で咲きます。次々切っていったらねもっと増えますしね。そうですそうです。本当にいっぱい咲くのでおすすめです。ねパティシエの気まぐれドルチェがなこれこれちょかなかっと面白い。ごめんなさい、うちのパティシエが厳選しております。遊び心満載ですね。はい、そうですそうです。パティシエのデザートなんですよやっぱね。そうです。毎年それが変わっていくので面白いよと。企画です。だからもうね、毎年今年は何だろうというそうことでですそうです。来てびっくり。嬉しいですね。だからこれをそれぞれをはいまた寄せ植えしてもいいですよね。そうですそうです。それもう豪華です。本当にスイーツビュッフェみたいになる感じで。はい、そうです。しかもやっぱ強いですか。強いです。長野県でも冬越してきます。お最高お。寒さはもう間違いない大ですね。丈夫です。もうどっちみちで暑さでね、そうですね。パンチベラやられてしまうはいはい、一年草です。そうです。今から咲いてくれるから本本当に春遅くまで長く。はい。こちらも園芸店さんなのでそうです手に入る。もうすぐ入荷しますのでお待ちください。待ってましょう。もうスイーツにまみれましょう。見ましょう。いや本当にありがとうございました。はいあまだりがとうございますまだたくさんのね植物 H&L さん出しておられますので、はい園芸店さんなどで見つけたらぜひです。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
さあ続いては滝井渋谷さんのブースにやってまいりました。ご紹介くださるのは夏目さんです、よろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。改めて滝井渋谷さん、どんな会社さんでしょうか。はい、京都にある今年ですね190周年創業190周年になるそう去年言ってたんですよ。来年190周年です。そうおめでとうございます。ありがとうございますついに迎えましたね。拍手して190皆様滝井の皆様がすごいすごいめでたいですね。日本の園芸界を支えてくださって。いやもともと種の行商で始まってるんで、野菜の種の方をよく売ってる会社だなというふうに皆さんは思ってらっしゃると思うんですけど、花の方もやっておりますので。ねえ素晴らしい。昨年のね、そうですね、昨年はこちらのオニキスの唐辛子、かっこいい。ハロウィンにもぴったり。そうですね、いろいろありました。今年はどんな花なんでしょうか。そうですね、今年私の方からおすすめするのは2つありまして、1つ目がジギタリスになります。ジギタリスですか。ジギタリスといったらバラとも相性抜群の。そうですね。おお綺麗ですね。ぐーっと伸びてくれてね。そうですね。花がすごく多く上がってくるジギタリスになります。花もっと大きなタイプもありますが、はい、このように可愛らしいタイプなんですね。そうなんですね。だいたい高くても60センチぐらい。かなりジギタリスの中では低めの。低いですね。ぐーっと伸びますからね。そうですね。有性不燃ってオスの性って書くんですけど、おしべに花粉がつかない品種に改良してなってまして、でおしべに花粉がつかないと花がすごく長く持つ。そうですね。種にならないわけですもんね。受粉がしにくいので花がすごく長く持つという品種になってます。そういう風に品種改良していったってことです。そうなんです。今回非常におすすめなのはこの白いタイプになります。ジギタリスの白のタイプでこんだけコンパクトなもので白ってなかなかないんですよ。確かに。で、こちら有性不燃で花が長いので、花が長持ちすることで花が多く見える。そういうことですね。普通次々終わっていきますもんね。受粉したりしたらね。でこれも開花時期がやっぱ5月ぐらいから、先ほどおっしゃった通りバラの時期によく咲くものになるので、バラと一緒に楽しめるというものになっています。ね、しかもこれだけコンパクトなんで、いろんなものに合わせやすい。ミニバラとにもいいですよね。そうですね。すごい8でいけますね。だから8でいけるんですよ。大きいタイプのジギタリスはなかなか庭がないと8では難しいなと思ってたんですけど、8でも大丈夫ですね。いいですね。ナチュラルガーデンとかされる方もこういうようなものを手前の方に植えられるので、前に行けちゃう。そうですね。背景なりがちなジギタリスがなります。すごいいろいろ幅が広がりますね。で新品種がこちらの花 B というシリーズ名になってまして、花の B が8で、ヨーロッパの方では蜂は友達というふうな習慣になってますので、大事な蜂さんです。花 B という名前になってます。覚えやすい。でこちらの白が特につぶつぶヨーロッパの方では全然関係ないんですけど、日本の方ここのつぶつぶがあんまり好きじゃないよ、得意じゃないよちょっとっていう方もいらっしゃい。でそれがすごく薄いですね。薄いですね。ちょっと咲き終わりにかけてちょっと濃くなってくるんですけど、それが少ない。一般的なジギタリスはここにすごく模様のようにスポットが入ってるんですよね。本当だ、それはあえて少なくしてるんですね。そうですね。従来からあるものがこちらのパンサーになるんですけども、それに新しく2色、ホワイトとピンクの方が新たに入ります。花の苗の農家さんの方に種の方で供給を始めるという形になります。それで苗として僕らに届いてくる。そうですね。小売店さん、お店さんの方に苗の方で農家さんから届くという形になります。いつからですか。早くて2月の下旬。じゃあもう来年には2月にはなってくる。やった。これはまた楽しみ方の幅が広がりますね。ぜひぜひ探してみていただけたらと思います。いいですね。こんなジギタリス求めてたっていうジギタリスですよ。そうですね。ありがとうございます。素晴らしい。さあ、そしてさらにあるんですね。はい。もう一つがですね。続いてがこちら。日々草ですね。はい。ビンカだ。小さい日々草の花。すごいたくさんありますね。そうなんです。小輪のビンカの方をうちの方で育種しておりまして、で今年赤とあとライトサーモンといって、薄ピンク色のものが仲間入り、2色仲間入りをしました。全部で今8色あります。さらに増えましたが、レッド来たんですね。レッド来ました。いやー、待望のって感じですね。待望のレッド。いやー、いいですね。やっぱね、鮮やかだな。やっぱり皆さん
夏非常に今暑いので、お庭の方であまりこう庭作業したくないなという方もいらっしゃると思うんですけど、そんなに作業しなくてもこんもりとなって花がいっぱい咲くという形のビンカになってます。白の方で、一番うちの方で人気なのがピュアホワイト、白の壁に白の目、中心のところを目というんですけど、これが白になります。全体的に白なんですね。はい。涼しげでいいですよね。これが涼しげで、夏の時期に非常にいいなということになってるんですけども、それと一緒に、赤の方も紅白だ。一緒にすると、これが本色の、いいですねいいですね。本当だ。これはボリューミー。2株ですかこれ。2株になってます。こんななるんですよ2株だけで。で綺麗な形になるので、これいいよねって言っていただいている方が結構いました。めちゃくちゃいらっしゃいますよね。こんだけ花咲いてくれるんですね。そうなんですよ。お得感が半端じゃないですね。結構長く咲きますよね。結構長いです。ですよね。夏も頑張ってくれて。そうですね。場所にもよるんですけど、10月の頭ぐらいまでは結構いきますね。もともとどういった特徴がありますかこちらは。枝の発生が多い、枝の数が多いっていうので、こういうこんもりした株、ドーム型になるんですね。ドーム型の株になるおのずとなってくれるところと、日々草群れに非常に弱いというところがあるんですけど、こんだけドームだったらなんか群れそうですけど。そうなんです。ただ群れにも従来品種よりも強くなっている。ちょっといいですか。はい。群れてない群れてない群れてないですね。下から黄色くなったりね。いや大体この辺やられがちですよ。うわしっかりついてる。すごいな。これもお家でできちゃうわけですか。そうですね。素晴らしい。さあこれは新色いつ登場ですか。こちらの方は来年の5月。おお早い。新たな新色とも従来のものも合わせて、もう本当に瓶花だけで寄せ植えを楽しんで、来年の夏も元気いっぱい過ごしましょう。ありがとうございました。いやー本当にこのハミングバードが僕大好きなんです。鳥さんも寄ってくる。鳥さんも寄ってくる。これからも素晴らしい花を待っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ご視聴誠にありがとうございました。さあ驚きの新品種新商品はまだまだございます。茅野市民館会場 M&B フローラ会場編はぜひ概要欄よりご覧ください。そしてモレルさんの生産現場へ潜入するフランス編もどうぞお楽しみに。さあ始まりました。三上真史の冒険チャンネル in マレーシア。ついにスタートいたしました。説明しよう。このチャンネルではマレーシアをメインにさまざまなスポットやグルメ、プレシャス秘宝を探す冒険チャンネルである。よろしくお願いいたします。というわけで記念すべき第1回目はマレーシア最大のパワースポットバトゥー洞窟にやってきました。それでは早速三上真史の冒険チャンネルスタート。そしてメンバーシップも開設中です。月1回のライブ配信など皆様と一緒に楽しんでいけたらと思っております。概要欄に詳しく載せてありますので、そちらもよろしければぜひチェックしてみてください。チャンネルの応援本当にありがとうございます。